日本史。栄一と大内国。渋沢栄一は大蔵省の仕事で大阪へ単身赴任すると、大内国という戊辰戦争で、夫を亡くした料亭で働く女性と懇意となって妾にした。渋沢栄一と大内国の関係を詳しく見ていこう。渋沢栄一は大蔵省の上司の伊藤博文、井上馨と共に大阪の造幣寮に出張。金貨の製作過程を見学。貨幣制度の早期整備について議論する。三井財閥の大番頭、美濃村利左衛門の接待で夜は料亭に繰り出した栄一らは、大阪で民間企業の立ち上げに奮闘する五代友厚とも再会して、日本の将来について話し合った。その料亭で働く、大内国という女中と栄一は実婚となる。国は戊辰戦争で夫を亡くした戦争未亡人であった。大蔵卿となった大久保利通は、軍事費の増額を強権的に求めたため井上や栄一と対立する。大隈重信の計らいで栄一はしばらく大阪へ単身赴任することとなった。そのため栄一は大阪で国を妾にして身の回りの面倒を見てもらった。当時は一定の地位についた男が妾を持つことは別に珍しいことではなく、妻を中心にした家族という組織の中に妾という地位も存在したのである。伊藤は栄一に妾がいることを知ると、渋沢という男はもっと堅苦しい奴だと思っておったが、妾がいるとはなかなか話が通じると栄一はからかわれたという。そして単身赴任が終わり東京へ戻るときに栄一は、千代の了解を得て国を東京へ連れて帰り神田の自宅で千代や娘の歌子と同居させている。栄一は千代を説得するため、伊藤や井上と付き合うためには、仕方なしに妾を持ったり芸者遊びをする必要がある、と苦しい言い訳をしたようである。国は文子と照子を産むが、文子は後に千代の兄、小高惇忠の子、小高次郎に嫁いでいる。次郎は武州銀行、現在の埼玉りそな銀行の初代頭取に就任している。照子は富士製紙、現在は王子製紙と合併の社長となった大川平三郎に嫁いでいる。民間企業の立ち上げや福祉事業に活躍した栄一だが、千代がこれらに罹患して亡くなると大富豪であったが没落した伊藤八兵衛の娘、金子と再婚する。そして大内国以外にも妾が何人かいたようだが、公私ともに多忙な渋沢栄一は、90歳まで精力的に生きて天寿を全うしている。